なのだ。みんな、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日は南米の情熱的な国、ベネズエラに注目していくのだ。実は、ベネズエラっていう名前、小さなベネチアっていう意味なのだ。昔、探検家たちが湖畔に高床式の家が並んでいるのを見て、イタリアのベネチアみたいだと思ったから、そう名付けたらしいのだ。ちょっとロマンチックなのだ。今日はベネズエラに関するニュースを全部で3つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。米空母の地域展開。ベネズエラがトリニダードに偽旗作戦攻撃を警告っていうちょっと穏やかじゃないタイトルなのだ。一体ベネズエラ政府は何を警告しているのか、これは見逃せないのだ。この動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。それじゃあ早速、ベネズエラの今を一緒に見ていくのだ。南米北部に位置し、美しいカリブ海に面する国、ベネズエラをご紹介するのだ。首都はカラカスで、かの解放者、シモン・ボリバルによって独立を勝ち取った歴史を持つ情熱あふれる国なのだ。人口は約2800万人。豊富な石油資源に恵まれ、かつては南米有数の経済大国として栄えたのだ。しかし、近年は政治的な混乱と経済危機に直面しており、石油産業の国際価格変動が国に大きな影響を与えるのだ。文化的には、陽気なラテン音楽やダンス、そして国民的スポーツの野球が深く根付いているのだ。世界的なミスコンテストで多くの栄冠に輝く美人大国としても有名でもあるのだ。現在では経済の立て直しと政治情勢の安定が注目されているのだ。厳しい状況の中でも国民は明るく力強く生きているのだ。一つ目のニュースなのだ。トランプ氏、米国のベネズエラ攻撃準備報道を否定という記事なのだ。トランプ大統領が米国がベネズエラを攻撃するとの報道を否定したのだ。メディアは攻撃が間近と報じていたけど、大統領は空軍機内で否定したのだ。米国はベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を辞任に追い込むため、軍事作戦を強化しているのだ。これまでに麻薬密輸船への爆撃を繰り返し、国連も民間人殺害を含む米国の軍事行動を容認できないと非難しているのだ。9月以降、米国は15隻の船を攻撃して61人の民間人が亡くなっているのだ。攻撃の標的はマドゥロ大統領が率いるとされる麻薬組織カーテル・デ・ロス・ソールズの軍事施設だと噂されているけど、米国は確たる証拠を提示できていないのだ。マドゥロ大統領は米国が偽旗作戦でベネズエラを国際紛争に引き込もうとしていると非難しているのだ。トランプ政権は CIA にベネズエラでの秘密作戦も許可していて、ベネズエラ沖には軍艦や空母4500人もの兵士が展開されているのだ。でも、国連や米国の麻薬取締局の報告では、ベネズエラは世界の麻薬取引においてそれほど大きな存在ではないのだ。2つ目のニュースなのだ。死者57人。メキシコ沖で米軍が小型ボートに最新の爆撃という記事なのだ。米国は小型船を爆撃し、9月以降の死者数は計57人に上っているのだ。米国政府は麻薬運搬船への攻撃だと主張しているものの、確たる証拠は示されていないのだ。国連専門家はこれを超法規的殺害と非難し、ベネズエラへの武力行使は主権侵害だと警告したのだ。一方で、米国はベネズエラ周辺で軍備を増強し、空母や駆逐艦を配備しているのだ。これに対し、ベネズエラは CIA が米国船への偽旗作戦を画策し、ベネズエラに責任を押し付けて侵攻を正当化しようとしていると非難しているのだ。ベネズエラ政府はこの計画に関わった傭兵を逮捕し、大統領は偽旗作戦を阻止したと発表したのだ。また、トリニダード・トバゴとのエネルギー協力を一時停止したのだ。トランプ大統領は
CIA によるベネズエラでの秘密作戦を許可したことを認めているのだ。3つ目のニュースなのだ。米空母の地域展開。ベネズエラがトリニダードに偽旗作戦、攻撃を警告という記事なのだ。ベネズエラ、トリニダードに偽旗攻撃を警告。米国は空母を地域に移動なのだ。ベネズエラ政府から米国がとんでもないことを企んでいるって警告が出たのだ。中央情報局 CIA がトリニダード・トバゴで米艦船を攻撃してベネズエラのせいにして軍事侵攻を正当化する偽旗作戦を進めているっていうのだ。ベネズエラの外務大臣はこれは昔の米西戦争やベトナム戦争の時と同じ帝国の脚本だと強く批判しているのだ。米国は麻薬対策を名目に空母打撃群や駆逐艦約4500人もの兵士をカリブ海に展開しているのだ。ベネズエラはトリニダードに平和の側に立つよう求めていて、エネルギー協力の停止も検討しているのだ。トランプ大統領はベネズエラ領内への攻撃も考えていて、CIA には秘密作戦まで許可しちゃったらしいのだ。でも、アナリストさんたちは、米国の本当の目的はベネズエラの政権を倒して豊富な天然資源を奪い取ることじゃないかって言っているのだ。国連や米麻薬取締局の報告でもベネズエラの麻薬密輸での役割は小さいって言われているから麻薬テロっていう米国の主張には根拠が薄いのだ。ラテンアメリカ諸国は米国の行動に反対しているけど国連安保理ではまだ解決策が出せていないのが現状なのだ。美しいカリブ海に面するベネズエラは豊かな資源を持つ一方、経済や政治は大変な状況なのだ。米国との間では偽旗作戦への懸念が強く、国際情勢は緊迫しているのだ。陽気で力強い国民のためにも争いではなく平和的な解決が訪れることをずんだもんは祈るのだ。今後の動きに注目するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。